ご視聴ありがとうございます。シーサーです。今回の動画は文房具10万円分爆買い動画の後編動画となります。前編の動画は先週アップしましたので、まだ見てないって方は時間があればご覧いただけると嬉しいです。前回の動画ではカベコ6箱などなど結構ボリュームのあるものたちを開封したんですが、今回も負けておりません。結構量が多いので早速やっていこうと思います。まずはこちらを見ていきましょう。ラダイトエバードロー。非常にたくさんのリクエストをいただいたシャーペンでございます。こちらのエバードローは今年の夏に発売されたばっかりのシャーペンで、Amazon で販売されていたのでポチってしまいました。ラダイトはペンケースが有名なブランドですが、最近ではシャーペンとか新ケースなども展開してて、結構幅広く文房具を展開しているブランドです。お手頃な価格帯のものが多くて、結構学生さんからも人気なブランドです。今回購入したのはラダイトエバードローのシャーペン、ウォールナットとチェリーウッド、こちらの2本でございます。1本税込み4950円ですね。価格だけ見ると結構高いんですが、グリップのところに真鍮が使われた木軸ペンということで、結構作りがしっかりした木軸ペンの中ではお手頃な価格帯なんじゃないかなと思います。正直自分もシーサーブランドでシャーペンを開発をしているんですけれども、やっぱね、ラダイトさんの価格設定ってすごくうまいなと思うんですよね。僕の場合だとどうしてもものづくりにおいてこだわりすぎちゃうところがあって、優しくない価格になってしまうことが多いんですよね。やっぱり高くなってしまうと学生さんにとっては手を出しにくくなってしまうんですよね。そんなジレンマを今僕自身抱えているんですが、ラダイトさんはこだわりとその価格のバランスっていうのが本当にすごいね、上手なブランドさんだなと思います。こちらのエバードロー持ってみた感じ、結構ずっしりとしています。やっぱりこの真鍮製のグリップ、ここがね、かなりしっかりとぎっちりと身が詰まってるような感じがして、見た目以上に所有欲が満たされますね。それからグリップには横方向に凹凸の加工が施されています。よく見るとスパイラルの形状になっていまして、イメージとしてはネジみたいになってて、そういうところも面白いなと思います。クリップにはエバードローと刻印がされています。エバードローっていう名前もかっこいいし、このロゴがあるだけでね、なんか結構しっかりとしたシャーペンだなっていう感じがしますね。このペン紹介してほしいっていうリクエストを結構多くいただいているので、今度詳しく動画作ろうかなと思います。続いてはこちらを見ていきましょう。こちらはツイスビーというブランドの商品でございます。ツイスビーっていうのは40年以上にもわたって様々なブランドの樹脂パーツとか金属パーツの製造加工を行ってきた OEM メーカーが立ち上げた台湾のブランドでございます。ツイスビーは結構万年筆が有名ですね。僕自身ツイスビー今回初めて購入するんですが、今回買ったのはツイスビープレシジョンブラック 0.5mm の格納式のシャーペン、それからツイスビープレシジョンシルバー 0.7mm の固定式シャーペン、こちらの2本でございます。税込みは6050円です。万年筆が有名なんですが、今回シャーペンを購入してみました。写真で見た時はもっとシンプルな形状なのかなと思ったんですが、実際に見てみると細かいデザイン結構しっかりと作り込んでて、あとボディは真鍮製になってるので結構ずっしりとしてて、結構合成の高いシャーペンだなと思います。これなかなか男心くすぐられるプロダクトだなと思いました。ボディからノックキャップに移り変わるところは徐々に角が取れていくような造形になっていたり、あとクリップを側面から見た時の造形がこれまたね、美しいんですよね。パッと見はよくあるシンプルなクリップなんですが、先端に行くほど徐々にね、膨らんでいく雫のような、なかなかね、ありそうでないので、そういうところもセンスを感じるデザインだなと思います。プレシジョンはこんな感じで消しゴムとシャープ芯もセットになっていました。この補充用の消しゴムですが、全部で3つ入っていて、かなり長いです。なんでこんなに長いのかなと思って本体の消しゴムを開けてみると、ちょっとびっくりするぐらい長い消しゴムがこのようにして入ってました。この金属のパーツが焼肉をする時のトングみたいになってて、消しゴムが消耗して小さくなった時もこんな感じで挟んで収納してあげればしっかりと消しゴムを掴んでくれるので、割と最後の方まで消しゴムを使うことができる、そんなシャーペンになってますね。それからシャープ芯もね、このようにケースに入ってて10本程度用意されていました。正直僕シャープ芯はね、お気に入りのシャープ芯を自分で用意して使いたい派だし、あとシャーペンについてる消しゴムもそんな頻繁に使わないので、わざわざセットにしなくてもいいからもう少し安くしてほしかったなっていうのが、正直なところですね。こちらは真鍮製のボディということで、持ってみるとロットリング600とかなりフィーリングが近かったです。重さもそうですし、この六角形のボディとローレットグリップっていうね、この組み合わせも似てますし、結構ロットリングを意識しながらもオリジナリティを出した、そんなデザインとなってますね。このペンの
ローレットグリップすごくいいなと思ってて、全然ヤスリっぽくないんですよね。一つ一つの粒がすごくね角が丸まっていて、でもしっかりと深さのあるローレット加工なのでグリップ力がしっかりとあるんですよね。さすが OEM メーカーとして金属加工を行ってきただけあるなと思います。でプレシジョンのガイドパイプには格納式と固定式の2種類があります。ちょっとややこしいんですけれども、固定式にした場合はガイドパイプが収納されないので、机から落としたりするときにガイドパイプ折れてしまう可能性はあります。ただ固定されているので、その分安定した引きができるので、よりしっかりとした掛け心地を楽しみたい方は固定式がいいかなと思います。結構机から落としたりしやすいっていう方は格納式がいいかなと思います。続いてはペンテルのタフ見ていこうと思います。今回僕が買ったのはペンテルのタフの 0.5mm ダークブルーとブラックでございます。1本税込み385円ですね。僕自身10年間文房具好きでありながら、なぜか買っていなかった文房具ランキング第1位がペンテルのタフでございます。結構このペンいろんな人がおすすめをしていて、よくねコスパ最強と言われているんですけれども、個人的にデザインがそこまで好きじゃないのか、なんかね買ってこなかったんですよね。でも食わず嫌いは良くないということで、ついに今回ポチりました。ペンテルっていうブランドは筆記具、特にシャーペンが強いブランドでして、385円という安さでありながら全然チャッチさを感じさせない作りの良さを感じますね。タフは2001年に発売されたということで、少しねデザイン自体は古臭さがあります。こちらのペン一番の特徴がこの消しゴムですね。この上部のキャップをくるくると回すと消しゴムが出てきます。一般的にこうやってくるくる回して出てくる消しゴムっていうのはもう少し細めなものが多いんですよね。ですがこちらのタフは消しゴムがかなり太いです。これだけ消しゴムが太いと消す時に消しゴムがふにゃふにゃせずにしっかりと安定して消すことができます。あと比較的大きい文字も消しやすいので、シャーペンだけじゃなくて消しゴムとしても結構使いやすいなと思います。ボディはプラスチックでできていて結構軽量です。でありながらシリコーンのグリップが使われているので、がっしり握れてガシガシかける、名前の通りかなりタフに使えるシャーペンだなと思います。続いてはこちらの3つですね。こちらはパイロットのフリクションライトのイエロー、それからステッドラーのテキストサーファーゲル、ステッドラーの PVC フリーという消しゴムでございます。どうしてこちらを購入したかというと、実はね今年 YouTube をやり始めて10年が経ったんですよね。ちょうど10年前、僕が中学3年生の時に YouTube 始めたんですが、今公開されている最も古い動画が筆箱の中身紹介の動画なんですが、そこで登場しているのがこの3つの文房具なんですよね。また後日ちょっと原点回帰みたいな動画を出そうかなと思ってて、そのためにちょっと買ってみました。続いては消しゴムです。シードのレーダーポイントでございます。税込み132円です。消したいところをピンポイントで消せるピンポイント消しゴムですね。これまで僕はシードのレーダーラインという消しゴムを結構ね使ってました。どうやらレーダーラインは公式サイトから掲載が消えちゃっているんですよね。なので生産終了になっちゃったんですかね。ちょっとこれはね残念です。一方レーダーポイントは今も公式サイトで掲載されているので、どんな感じなのかなと思ってちょっと買ってみました。こうやって見るとレーダーポイントはかなりねちっちゃくなっているんですけれども、その分分厚くなっているっていう感じですね。レーダーラインはかなり薄くてコンパクトなペンケースに入れて持ち運ぶ時もここまで場所を取らなかったんですが、レーダーラインは普通のペンと同じぐらいの太さがあるので、筆箱によってはちょっとね持ち運びしにくいかなっていう感じはします。ただただ正方形になっているわけじゃなくて十字の形状になっているので、細かいところを消すことができるらしいですね。続いてはパーカーを見ていこうと思います。パーカーはイギリスの高級筆記具ブランドとなっています。こちらはパーカーを代表するジョッターというシリーズの生誕70周年を記念したモデルとなっています。この化粧箱を実際見てみてびっくりしたんですが、結構しっかりと作り込まれた化粧箱で、表面が若干デコボコしたねエンボス加工になってるんですよね。普通に考えて70周年ってすごいですよね。それでは開封していきましょう。こちらはパーカーのジョッター70周年スペシャルエディションステンレススチールしずれ CT のボールペンでございます。お値段が税込み7150円となっています。パーカーのジョッターというボールペンは世界中のボールペンの中で最も有名な、いわゆるアイコニックなモデルとして知られています。1954年にジョッターというボールペンが発売されたんですが、こちらのジョッターは世界で初めて大容量のリフィルを搭載したボールペンとなっています。それだけじゃなくてノックをす
するごとにリフィルが4分の1回転するんですよね。そうすることでペン先のボールが長持ちします。今では当たり前のね、こういうノック式のボールペンというのを、世界で初めて作り出した本当に歴史的な一本なんですよね。ちょっと中身分解していきますと、こちらには G2 規格という世界中の多くのブランドで採用されている金属製のリフィルが採用されています。こちらの G2 規格は別名パーカータイプとも呼ばれています。つまりこのパーカーというブランドが最初に作り出したリフィルの規格ということで、パーカータイプとも呼ばれているんですよね。そういったところで、現代のノック式ボールペンのパイオニア的な存在なんですが、70周年というね、非常におめでたい節目に発売された限定モデルとなっております。今回買った模様以外にもたくさんのね、模様が発売されてて、正直どれにしようかめちゃくちゃ迷ったんですが、今回はステンレススチールのしずれ CT にしました。こちらにはしずれパターン、いわゆる格子模様ですね。その模様がレーザー彫刻されております。パーカーの高級筆記具といえばなんかしずれパターンっていうね、イメージが僕の中であるんですけれども、知性と上品さ、それからヨーロッパらしさを感じる美しい模様になっています。格子状にレーザー彫刻がされているということで、握った感じ結構引っかかりを感じるんですよね。なのでグリップ力も比較的高くて実用性も高い、模様となっております。続いてはこちらを見ていきましょう。トンボのズーム L105 のシャープペンのシルバーでございます。こちら定価が1980円です。トンボのズームといえば2023年にリブランディングっていうのがされて、ブランド自体がね、リニューアルされたんですよね。そこで登場したのがズームの C1、それから L1、L2、この3モデルが登場しているんですけれども、このリブランディングされる前に登場していた、昔のズームっていうんですかね、それが今も販売されていまして、もしかしたら今後廃盤になっちゃうかもしれないなと思って、ちょっと気になってたこちらのモデル購入してみました。デザインはストレートでね、かなりシンプルなデザインになっています。ビジネスの場面でも使いやすいシャーペンっていう感じですね。本体には真鍮に塗装仕上げという風に書いてあるんですが、正直真鍮とは思えないぐらい軽いですね。アルミ製なんじゃないかって思うぐらい結構軽いボディになっています。分解をしてみて面白かったんですが、こちら金属製の新タンクを使っているんですよね。結構パーツにもお金がかかっていながら1980円ということで、個人的にはね結構安いなと思いました。そんなに大きい特徴があるシャーペンではないんですが、比較的軽くて実用性が高いシャーペンかなと思います。お疲れ様でした。次のシャーペンが最後になります。こちらはパイロットの S30 でございます。ついに買いました。パイロットの S30、ノックがいらないという自由。皆さんおなじみの世界で唯一の木軸の自動芯出し機構のシャーペンでございます。税込み3300円ですね。これまで僕はブラウン、ダークブラウン、ブラックの3色を持っていたんですが、ディープレッドだけ持っていなかったので、せっかくなので全色制覇しました。どうしてせっかくなのでと今言ったのかと言いますと、実はパイロットの S30 生産中止になってしまうんですよね。ちょっとこれを聞いた時は本当にねびっくりしました。パイロットが公式にアナウンスしているわけではないんですが、結構いろんな方が情報発信されているので、もうすでに知っている方も多いと思うんですが、これを知った時は本当にびっくりしましたね。でも僕自身も業界の方何人かに聞いてみたんですが、本当にこれは生産終了になるとのことで、間違いのない情報らしいです。パイロットの S30 は発売されてからまだ3年しか経ってないんですよね。かなり短命なシャーペンでした。どうして S30 が生産されなくなってしまうのかというと、おそらくこういうね、高級シャーペンを使う方の低年齢化が結構大きな原因なんじゃないかなっていうふうに考えています。パイロット側も S30 を開発するときって、大人の方だったり、あとは物をしっかりと丁寧に使える方が、買うシャーペンっていう感じで開発をしていたと思うんですが、最近だと小学生でも S30 を使っているっていう方もいるらしくて、ちょっと僕自身すごいびっくりしたんですけれども、全員が全員そうじゃないと思うんですが、やっぱり物に対する力加減がそこまでまだ分かってない人が使うことが多くて、継続して強い筆圧がかかってしまうと S30 故障をしてしまうらしいんですよね。当初パイロット側が想定している以上の筆圧がかかり続けたり、そういったお問い合わせがすごく増えてしまったために、ちょっとパイロット側もね、対応がすごく大変になっちゃうということで、とりあえずは生産を中止するという考えに至ったんじゃないかなっていうふうに考えています。もしかしたらもう少し耐久性をアップさせて復活するのかもしれないんですけれども、今後どうなるんですかね。今後注目していきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。